こんにちは。今回は、急遽発見できたレースパークのほぼ放置必勝法の紹介です。なんとついに操作しなくても勝つ方法を発見しました。これで、別のゲームのついでに、横で、クロスワールドを少し操作するだけでチケットも稼ぎまくりですよ。やり方ですが、まずは、アクセルタイプのキャラとマシンを選択。オートアクセルとハンドルアシストをオンにします。ルールはリングゲットを選びます。ここからが大事で、コースは、必ずエッグマンエキスポにしてください。理由は、レース中時間があるので、その時に説明します。ライバルのレベルは、1にすることをお勧めします。中レベル相手にも勝利できないことはないですが、かなり低確率になるので、それなら、確実に勝って勝利報酬を得ましょう。ガジェットは、リング獲得範囲アップが必須。それ以外のおすすめはダッシュパネルボーナス。ダッシュパネルボーナスコンボは、オンラインの報酬になりますが、持っているならこちらもおすすめ。ただし、パネルボーナスは、2周目のコースに依存するので、エキスポ内では、ほぼ役立たないことだけ覚えておきましょう。別コースで稼ぎが見つかった場合は、パネルボーナスの方が必須級になる場合もありますね。レースが始まったら、コントローラーには一切触らないでください。最初の振り子が乱数で、当たる場合と当たらない場合がありますが、当たらない方がいいです。理由としては、そのまま、放置で、5リングのリスポーン地点に行くことができるので、当たった場合は、大体ずれて、隣の1リングのリスポーンで稼ぐことになります。気になる人は少し動かしてもいいですが、ここで5リングループに入らなくてもほぼ勝てるので、気にしなくていいです。見ての通り、リングが勝手に集まるので、チームにブーストがかかります。CPU は敵味方関係なく、あまりリングを集めるルーチンではないので、このループに入った時点で、ボーナスは自分のチームで確定します。おもちゃ鬼ワープさせられてループが止まりますが、この時点で他のチームの誰よりも稼いでいるので、しばらくお休みして大丈夫です。2周目は運次第ですね。コースによっては全く稼げませんが、カラフルモールの場合は、5リングループ、スチームパンクシティの場合は、ダッシュパネルループでリングを稼げます。そういえば、冒頭レベルを低くして確実に勝つとは言いましたが、超低確率で負けることもあります。おそらくですが、ドリルとかで巻き返されてるパターンですね。こればかりは、普通の対戦でもあることなので仕方ないです。あとは、もう一つのチームが勝つパターンもありますが、その場合でもライバルに勝てていればいいので、2位でも大丈夫な場合はあります。過去の動画で、レースパークでチケット稼ぎの話をした際に、スーパーソニックスピードでスムーズに進むのでと話しましたが、タイムアタックのタイムとかで見るとわかるように、最大20秒ぐらいスムーズに進むので、確かに走り切る能力があれば、そっちの方がスムーズです。では、放置の場合はどうなのか、実際気になったので比較してみたのですが、3のカウントが表示されきったところから、フィニッシュの文字が表示されきるフレームまで比較したところ、スーパーソニックスピードは3分8秒、ソニックスピード、チームスピードは3分14秒でした。若干ながら遅くはなったものの、強制終了のタイミングは誤差に近い感じですね。つまり、放置するなら、この心配は全くなくなるわけです。そして、エッグマンエキスポの理由ですが、放置で確実にリングがある場所に止まるからですね。他と違って、その止まる位置が5リングや3周目なら10リングになるのが大きいです。ただ、惜しむべきは、完全連打放置ができないことでしょう。ポケモンとかでも、連打放置って昔からありますけど、あれは、寝ている間とか、ちょっと出かける間に使ったよって人多いと思います。このゲームだと、試合後のカーソルの位置が初期値に戻るので連打放置するといいスタジアムになってしまうんですよね。そしていいスタジアムは放置してもリングに突っ込んでくれないので、稀に運で勝てることはあるものの、勝率はかなり落ちます。この条件が初期位置のコースにあれば連打放置として紹介できたんですけどね。まあ、本来かなり作業的なところをコース選択だけの操作でできるようになっただけでも喜ぶとしましょう。私も今動画編集しながら2つのアカウントで稼ぎ作業させてもらってますし、3周目に入るとフィーバータイム、毎秒10リング補充されるので、これでリング数は約束されます。チームもブーストかかっていい感じになりますが、ライバルチームの調子次第で負けるときは負けます。まあ、こっちは操作してないで11点しか貢献できてないので文句は言えませんね。それと、手間を考えればそんなこと気にならないとは思うのですが、この先方ライバルのレベルは低く、自分が最下位になるため、勝利ボーナスにチケットは最低値となります。まあ、勝利数報酬の方で70枚はもらえるので、それで十分ですよね。では、今回の動画はそろそろ終わるのでご挨拶を。ご視聴ありがとうございました。毎回のように次回はと話していますが、
ちゃんと、録画や編集も進んでいるので、次回からは、本当に、タイムアタックの S ランク攻略になります。難しいテクニックよりも、操作しやすい方法やパターン化をしてできる限り、良いタイムが出せるようにアドバイスしていきますので、気になる人は、ぜひ、チャンネル登録と高評価で応援よろしくお願いします。もちろん、完結後は、それらの知識を使って、対人戦とかでも色々やれたらと思います。まだまだアップデートも続きますし、クロスワールドを楽しみましょう。1位と3位を抑えられましたが、チームメンバーは、その間をうまいこと抑えてくれましたね。これで、自分のボーナスを出した11点の貢献をすれば確実に勝てます。負けパターンは、赤が上位を独占した場合ですね。1人で、赤チーム全員の稼ぎを上回って勝利です。今回はライバル交代のタイミングでしたが、3回勝利が終わってない時は、上から、2つ目のもう一度遊ぶを選ぶとスムーズですよ。